れが事件の真実だ。事件の始まりは昨日の夜だった。僕らは入間さんとモノクマの口車に乗せられ、プログラム世界へとログインすることになった。プログラム世界にログインするには、意識と記憶のコードを装置の端子につなぐ必要があった。僕らはそれぞれ自分の装置に2本のコードを接続し、プログラム世界へとログインしたんだ。でもこの時犯人は意識と記憶のコードを間違ってつなげてしまっていたんだ。これによって本体の脳とアバターとの接続に何らかのエラーが発生してしまって、犯人だけがプログラム世界での出来事や犯行を全て忘れてしまうという現象が起きてしまったんだ。ひょっとしたらアバターの人格にも何か影響を与えていたのかもしれない。だってあんなに心優しい人が殺人を犯すなんて未だに信じられないから。でも僕らは犯人にエラーが起きていたことには気づかず、順番にプログラム世界へとログインしていった。そんな中、最後までログインせずに残っていたのが入間さんだった。彼女にはある目的があった。殺し合いシミュレーターもそのために改造したんだ。入間さんは他のみんながログインしたのを確認した後、懐から毒薬の小瓶を取り出すと、それを大間くんのソファーに置いたんだ。みんながプログラム世界から帰ってきた時に大間くんが毒殺されたと見せかけるためにね。そう、入間さんが殺し合いシミュレーターを改造し、みんなをプログラム世界に誘導した目的は、プログラム世界で大間くんを殺害し、現実で毒殺されたように偽装することだったんだ。殺し合いシミュレーターにログインした僕たちは、まず入間さんからその世界の説明を受けた。ログアウトはサロンの電話機から、物が壊れない、アバターの互換などのルールや、館の玄関ホールに貼ってあったプログラム世界の地図についての説明をね。でもこの説明自体が入間さんの仕掛けたトリックで、僕らに世界の構造を誤認させるための罠だったんだ。だけど僕らの中に一人だけその目的を察知していた人物がいた。入間さんが殺そうとしていた相手、大間くんだ。この時すでに大間くんは入間さんの計画を逆に利用し、彼女の殺害を企てていたんだ。そしてその大間くんに利用されて殺人に協力したのが今回の事件の犯人なんだよ。大間くんが動機を話してくれないせいで、どうして犯人が協力する気になったのかはわからない。でもおそらくログインしてすぐ大間くんと犯人が一緒に外に出た時に、二人の間に協力関係が結ばれ、犯行計画が立てられたんだと思う。その後僕らは再び大間くんたちと合流し、川を越えて教会へとたどり着いた。そして入間さんの号令のもと、手分けして外の世界の秘密を探すことになった。
僕、桃田くん、大間くん、ゴン太くん、白金さんの5人は館の探索。春川さん、夢野さん、キーボくん、入間さんの4人は教会の探索。それぞれが手分けして探索を開始したけど、この担当分けも入間さんの計画の一つだったんだ。教会に残った入間さんは外を探すと言って春川さんたちと別行動をとると、すぐさま館に向かっている僕たちの後を追った。僕らが橋を渡り終えるところを確認した彼女は、そこでわざと橋を川の中に落とした。そうすることで館と教会が川で分断されたと僕らに印象づけようとしたんだ。あの時は入間さんの性格もあって、僕らは単なるいたずらとしか考えなかった。だからそのまま外の世界の秘密を見つけるために館に戻って探索を始めることにしたんだ。館に戻った僕たちはすぐに手分けして外の世界の秘密を探し始めた。サロンは大間くん、屋上は桃田くん、食堂は白金さん、厨房は僕、そして館の外を担当していた人物、その人こそが今回の事件の犯人なんだ。その頃入間さんは教会の横にある世界の壁に向かっていた。壁の隠しルートを通って館に移動し、標的である大間くんを殺すためにね。実は教会の横にあった世界の壁は入間さんが追加で設置した特殊な壁だったんだ。この壁は物属性だけが通り抜けられる設定になっていて、さらに入間さんのアバターだけは人属性から物属性に変更されていたんだ。それが隠しルートの正体。彼女だけが通れる世界の壁そのものが秘密の抜け穴だったんだ。そうして館に向かった入間さんは途中でその姿を白金さんに見られてしまったものの、館に入るなり隠し持っていたあるものを取り出した。プログラム世界からログアウトできる携帯電話だよ。彼女は僕らに内緒でログアウトの手段をもう一つ隠し持っていたんだ。そして彼女は携帯電話に向かってある人物の名を呼び、その人を強制的にログアウトさせた。屋上で探索をしていた桃田くんだ。屋上は入間さんのターゲットである大間くんとの待ち合わせ場所だった。桃田くんに屋上を担当させたのも入間さんの計画で、強制ログアウトで人払いを行うと同時に桃田くんに罪をかぶせるという狙いがあったんだ。でも彼女の計画が順調だったのもここまでだ。その時大間くんは犯人と一緒に屋上で待っていたんだ。入間さんを犯人に殺害させるために。入間さんが大間くんに気を取られている隙に彼女の背後に近づいた犯人は
館のトイレにあったトイレットペーパーで入間さんの首を絞めた。プログラム世界のものが壊れないって設定のおかげでトイレットペーパーでも首を絞めることが可能だったんだ。そして入間さんのアバターはそのまま考察され、そのショックで現実の入間さんも死んでしまったんだ。入間さん殺害後、大間くんは犯人に後処理を任せ、先に屋上から出て行った。おそらくすぐに館のサロンに戻ったはずだよ。誰かがサロンに来たら怪しまれてしまうからね。こうして屋上に残った犯人は物置からスノコを持ってくると、入間さんが持っていたハンマーや携帯電話と一緒に彼女の死体をそこに乗せたんだ。そして犯人はスノコを手すりの外に出すと、屋根の急斜面を勢いよく滑らせた。死体を乗せたスノコはソリのようにスピードを上げて屋根を飛び出し、物属性だけが通れる壁を通り抜け、そのまま教会の横の壁に激突した。それが教会にいたキーボ君たち、そして館にいた僕たちが聞いた激突音の正体だったんだ。入間さんが作った壁のせいでわからなかったけど、実は館と教会はすぐ近くに立っていたんだ。だから館にいた僕や白金さんも激突音を耳にすることができたんだよ。そしてこのトリックの最後の仕上げは、犯人が屋上から脱出することだった。館にいる僕らに屋上から階段で降りてくる姿を見られるとまずいから、犯人は再びトイレットペーパーを使って屋上からの脱出を試みたんだ。屋上にあった望遠鏡の支柱にトイレットペーパーを引っ掛けて、それをロープ代わりにして急斜面の屋根を降りていったんだよ。こうして無事に地面に降りた犯人はトイレットペーパーを引っ張って回収し、それをトイレに戻して証拠隠滅するはずだった。でも館から出てきた僕たちと鉢合わせしそうになって、犯人は慌ててトイレットペーパーを近くに投げ捨ててしまったんだ。でもそのおかげで僕らは真相にたどり着けた。もしそのミスがなかったら、犯人すら覚えていない謎を解くことは不可能だったかもしれない。これが君が忘れてしまった事件の真相だよ。超高校級の昆虫博士、極原ゴン太くん。